30年前、60も6年目に入ったんですけども、それはもうずっと引き継がれたレシピでずっとやってるんで、昔と変わらずにいってるっていうのがこだわりです。早い安いうまいを目指してやってるんですけどね。やっぱり僕らでもお昼食べに行ったらやっぱり時間かかるとこの休憩時間がなくなっていくんで、だから早く提供できるっていうことは目指してますけどね。でも早いだけではダメなんで、早くてで美味しくてって安いっていうのをできる限りは目指してますけど。挟むやつもあるんですけど。あ、やっぱあんねんよ。はい。チャーハンの具、玉ねぎと人参と事前に仕込みされてるんですもうチャーシューと何が入ってるんですか。人参、玉ねぎ、チャーシュー、ハム。今仕込みされた、ご飯何人前分くらいですか？何人前やろ。わかんない。だいたい1日どれぐらい使われるんですか？一日多い時で土日やったらこれが6杯ぐらい。平日で多い時で4杯ぐらい。だから単品やったら10人前ぐらいあるじゃん。10人前ぐらい。土日やと60人前ぐらい。あ、セットもあるからセットも単品も込みで、セットは半チャーハンやかなるほど。じゃあ今からはあとプラス3つぐらいされるってことですか？とりあえず午前中2つだけ準備しておいて、なくなったらまた随時チャーハンの方も忙しいからいちいちその時味入れてられへんから、もう味だけ入れといて、もうその時もう出す時仕上げるだけで。ラードですか？これまたラード2種だけど、これはチャーハン専用のラードだから高いし、1缶で1万円ぐらい。普通のラードとは違うんですか。あ、全然違うな。こっちの方がチャーハン美味しい。
です。お醤油だけ。ありがとうございます。はいはい。具材はメインになるのは玉ねぎ、それから人参、焼き豚、ハムを炒めますね。まずでその元の具を作ってます。で卵チャーハンをまず作っておきます。それにはまあ単純に塩と化学調味料です。でまず下味をしておいて、それがベースになります。であとお客様に提供する時はその卵チャーハンをベースにその具材を入れて、最後白ネギ、ネギを入れさせていただいて、普通の単品の焼き飯にはプリプリのエビが3尾入ります。セットもんには、エビは入りませんっていう感じでチャーハンは提供させていただいてます。あともう一種類ピリ辛チャーハンっていうのがあって、それは撮影ないですけど、それにはうちの食べるラー油、自家製の食べるラー油を入れてその辛みを出していくっていうチャーハンもあります。その普通のチャーハンの、はい味付けだったりとか作る時にこだわっていること、ポイントってありますか？まあ、味付けよりもやっぱりラードですよね。さっき言ってた油、うちはもうほぼラードでいくんで、今ラードを使うっていうのはなかなか少ないんですけど、で焼き飯のラードは特に天ぷらで使うラードよりもランクをさらに上げてるラードを使ってるんで、より美味しく感じれるっていうのが、もう調味料とか味付けに関してはもうどこも一緒だと思うんですけど、そこはこだわりですかね。鍋振りの時のコツだったりとか、例えばチャーハンパラパラなチャーハンを目指してらっしゃるとか。いや、うちはね結構ねパラパラよりもちょっとしっとりぐらいかな。あんまりパラパラにはならないような感じでいってますね。好き嫌いによると思うんですけど、やっぱラードちょっと結構ね固まりやすいんで、ラード自体が
さっきも見ていただいたように固まってるサラダ油みたいにそうサラサラではないんで、特に冷めると特にそうなりますし、だからパラパラのチャーハンというよりはしっとり系のっていう風な表現の方が合うんじゃないですかね。はい。とっても美味しいチャーハンでした。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとママが遅れるからな。今タクシーに向かってるからこっち。カード全部入ってるね。ばっかりやのにな、落としてへんやったら誰か続けてくれとったらな、あれやけど。でも結局うちの娘の2人出てきませんでしたよ。お金入ってきたんだけど、ビジュアルみたいに代表としてレバーのお金だけで日本円全然入ってなかったから、すぐに来て、うちの初めやったら、なくて。いらない今日。歩いてきたらタクシーで1700円もかかってんのに、歩いてきたら大変やでそんな。1700円。まあかかってるな。1700円は。もう春巻きの分量とかは持っての感覚でわかるんですか？そうですね。一人前一本ですか？警察行かなあかんで言うといてよ。一人前一本。これ具材って何が入ってるんですかね？椎茸とタケノコと玉ねぎとニラと春雨、あと豚肉ですね。最後こちら入れられてるのが最後これエビ、揚げたエビをカットしたやつを春巻きの中にエビも入ってます。いつもカット3等分にしてたりするんで、ちょっとそれぞれ1個ずつ入るように。卵の皮を作るときは卵以外に何か入れてるんですか？水溶きの片栗を入れて、春巻きは人気商品ですか？人気ですね。結構出ますね。なんか南海飯店さんといえばこの春巻きが名物のようなイメージもありますが、すごいですよね。これはもう毎朝手作りされてるんですか？もう毎朝やってます。
がまあ10枚11枚ぐらいで半分にするので20とか。だから忙しい時で40本とか、だいたい平均35本から40本ぐらいは作ってますね。これ2つからやめとく。あとキャップ1個。終わってからやる。1分間揚げるんですか。時間っていうか、もう感覚で。逃げていくからな俺。上の方に左こうどういうのが合図になってますか。この表面の4時何分にはもうこういう4時半には出ようとしてるから。揚げ具合だったりとか、周りのこの泡とか浮いてきたとか、大体こんな感覚ですね。なるほど。フライヤーの温度って何度ぐらいなんですか。190 190。で、もう具とか全部火入ってるんで、もう温めるぐらいな感じですね。で、これぐらいになったらもうできるでしょ。で、大体6等分ですね。明石ちゃうな、私もな。一応明石やな。どうぞ。な。だってゲームセンターにさあるのもな、日本だと。で、北海道これますね。北海道で。こちらで完成になります。春巻きの具材も春巻きもメインはもう玉ねぎですね。玉ねぎと干し椎茸、たけのこの細切り、ニラ、春雨で豚肉の細切りが入ってますね。一番のポイントとしては先ほど映像にあったように卵の皮を焼く、あれで巻くっていうのが、昔からの北京料理のやり方ですね。パリパリの皮じゃない方で巻くっていうのが昔からやっている手法というか製法なんで、あれが最近ね結構パリパリの皮の方が増えてきてるんですけども、うちはもうあれで、あとケチャップ、昔からケチャップっていうのがつけて食べるっていうのが結構珍しいというか人気ですね。だからその春巻きのこだわりっていうのはやっぱり卵の皮を焼いて巻くっていうことです。だから量産できないし、冷凍もできないんで、たくさん作って置いとくっていうことができないんで限定食にさせていただいてますね。だから春巻き定食が15食、あと春巻きも数が限られてるんで、やっぱちょっと切らしていただくっていうか売り切れになってしまうっていうのが多々出てきますね。人気なんでっていうのが春巻きのこだわりですかね。土日は春巻き定食はオープンして15分ぐらいでなくなりますね。もうないのとか言われますけど、早かったら15分ぐらいで本当になくなります。春巻きを食べられるそのお客さんの層っていうのはもう幅広く。そうですね、幅広いですね。平日サラリーマンが多いですし、土日はもう全然客層がガラッと変わるんで、その春巻きを食べたいっていうので来られますね。
きそばの具材は焼きそばの麺、主体のキャベツ、豚肉、きくらげ、青野菜、イカとエビと人参のペンも入ってます。それがメインですかね。中華は醤油なんで醤油味でいってますし、この焼きそばも昔からの人気商品ですね。もう好きな人はもう焼きそば、あとご飯とかそういうのがすごく多かったです。そばの麺がちょっとこだわってまして、昔から使ってる製麺屋さんで他の焼きそばの麺を何個か試してみたんですけど、やっぱりこの麺がうちには一番合うんで、もうそれもずっと創業から変わらない麺屋さんなんで、そこからのずっと取引をさせていただいてますね。ここも2代目参加じゃないですかね。うちも僕で2代目なんで、父親同士の時のつながりからですので、もう60代本当にずっとそこです。柔らかいのと硬いのがあると思うんですが、硬いのはまだフライ麺、揚げそばで、中華丼みたいな上がこうパリパリの麺の上にかかってるのが硬焼きそばですね。あんまりメジャーじゃないけど、うちでは結構出ます。はい、常連さんが結構いてるんで。皿うどんの方は結構ねメジャーですけど、硬い焼きそばってなかなかメジャーじゃないんですけど、どっちもいい感じぐらいで出ます。皿うどんとはまたちょっと違う、はい、全然違いますね。皿うどんはもうキャベツベースの塩味ですし、硬焼きそばはもう白菜ベースの本当に中華丼の上、白菜ベースの醤油味で、また焼きそばも醤油でもずっと昔からのやり方でやってますね。ありがとうございます。これ具材はそれぞれ何ですか？たけのこ、人参、玉ねぎ、ピーマン、きくらげです。で豚肉です。はい。これが酢豚のタレでございます。いきますね。これまた歩いてな。はい、何や。片焼き半分な。オッケー。はい。豚のまずお肉からのこだわりは、豚のももっていう部分を10キロとか12キロぐらいあるももの塊をさばいて酢豚の肉にしているっていうのがうちのこだわりですかね。もも1本をさばいてっていうところがなかなか少なくなっていってる時代で、美味しさとか脂身とかがあるっていうので、それのこだわりでずっとうちは代々そのやり方でいってるっていうのと、タレはもうずっと何十年前、60も6年目に入ったんですけども、それはもうずっと引き継がれたレシピでずっとやってるんで、昔と変わらずにいってるっていうのがこだわりですかね。その酢豚を使ったお昼はサービスランチっていうのがやっぱりよく出ます。どういう味わいのタレになるんですか？いやもう単純に酢と醤油とケチャップも入ってます、砂糖も入ってますっていう感じの、そんなに難しいのは何も。今主流がねだんだん黒酢になってきてますけど、うちは普通にシンプルにもう町中華の酢豚のタレですね。もう
まず南海飯店さんの創業はいつはいになりますか？創業昭和35年になります、この春で66年目に突入しました。起業は上本町じゃなくて難波なんですけど、もうお店はないんですけど、5坪の店から始まりました。それが一番大阪で多い時は7店舗までになって、今は鳥取と大阪はもう上本町だけになりました。場所的にはこのハイハイタウンが立つ前のここです。ここ小屋街がなるほど。 120軒ぐらいあったんかな、このちっちゃい商店ばっかりがいうのがここの地です。餃子春巻きうちのメインのやつとかは買えないですけど、あとはもうどんどん取り入れてますよ。だからじゃあいろんな麻婆豆腐も四川系の麻婆豆腐ちょっと辛いめのを作ってみたり、いろんなことをやってます。全部で今何種類ぐらいメニューってありますかね？ 80、90ぐらいまでおすすめまで入れてあるんじゃないですかね。その量の料理を結構さばくっていうのは店も結構広いと思うんで、そうですね、44席。大変かなと思うんですけど、まあでもそのために人も揃えてますから、従業員さんは今全部で何人ぐらいいらっしゃるんですか？昼で15人体制ぐらい15人体制ですよね。スタッフがねみんな頑張ってやっていただいてるんで、まあ美味しいもの提供できるとは思ってるんですけどね。このお店のズバリその特徴というかいいポイント何かもう、ね、変わらず早い安いうまいを目指してやってるんですけどね、提供時間もだいぶ早くできるように、まあ、麺も茹で時間が1分半なんで1分半に合わせてだからまあ2分3分でお客様に提供できるようには絶対してますね。やっぱり僕らでもお昼食べに行ったらやっぱり時間かかるとこの休憩時間がなくなっていくんで、だから早く提供できるっていうことは目指してますけどね。早いだけではダメなんで、早くてで美味しくてって安いっていうのをまあまあできる限りは目指してますけど、はい、これからもはい、その目指します。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。でもな、在留カード全部入ってるんで。この前な、入管に行って手続きしてないでいいんだよ。落としてねんやったら誰か届けてくれとったらなあれやけど。でも結局うちの娘の